はい、今日はですね、ブリティッシュキッチンにやってきました。ここは、キッチンストーブを扱っている会社で、以前僕の動画でも出したんですけども、鋳物のキッチンストーブっていう、ヨーロッパで主流のストーブがあるんですけども、それを販売している会社ですね。で、今回はそのキッチンストーブを見せてもらえるということで、やってきました。こちらがレイバーン社の、キッチンストーブですね。前回は運搬する様子を動画にしたんですけども、今回は設置しているものを撮影させていただくことになりました。これ松野さんが設置したんでしたっけ？結構炊き口大きいですね。これはでっかいストーブ、一回り。あとは全部同じね。オーブンとあれと保温室とオーブン、炊き口、下がアッシュ、ハエ取り、上が炊き口。このレバーは何ですか？これはハエのあれでロストに動かすやつ。こうハイフルイみたいな機能がついてるんですね。すごいちゃんとこう温度計もついてていいですね。ボイラーの配管。この配管も松野さんがやったんですか？これは水でこっちからお湯が外に行って、あと外にいろいろ熱交換器とタンクと水のタンクと。このストーブの裏側にこう水タンクが入ってるんですね。ここにボイラーがあって、なんだろう、これがボイラーになってる。これは L 型かな。見えないけども、この裏側に水のタンクがあるわけですね。冷板ここが水になって、こう鋳物のタンクがあって、それにボイラーになって、これも同じ。これは脇と向こう側かな。これ大きいやつで。これタンクって何リットルぐらいのタンクなんですか？ここのボイラーのタンクはそんな容量ない。これも冷板なんだけど、20リットルぐらい。そのぐらい入る。これこう L 字になってるんだよね、このタンクは。タンクっていうかボイラーは。温めたお湯はどう使ってるんですか？熱交換器ちょっとお風呂の給湯。熱交換器ってどういうものですか？熱交換器がこのタンク。この壁から出てるパイプがさっきストーブにつながってた。こっちがお湯で、こっちがこれがストーブから来たお湯。沸騰した熱いお湯。沸騰すると上からシュッと蒸気が出るけど、お湯で、こっちが下の水の供給。で温まったのがここ来て、これが熱交換器で容量が110リッターぐらいかな。で中螺旋になってて、これが戻りのやつがまたストーブにボイラーにつながって、そしてこれずっと上からはバルブは給水バルブ、ボイラーに対してのなくなったら循環用の給水バルブなんだけど、それが循環して、でこれが上に行くと圧力高くなった時の圧力抜きがそのままフリーになってて、あとバルブがお湯を循環させるための暖房用のバルブで、それがずっとこっちに自然循環させて。これは不凍液が自然循環してる。向こうに行ってるパイプはどこにつながってるんですか？洗面所に、更衣室に。
更衣室につながってるのはなんかラジエーターかなんかがあるんですか？ラジエーああ。ちょっとそのラジエーターどんなものか見れないですかね。ターがはい。洗面所入るね。洗面所。洗面所のラジエーター。ここまでさっきのパイプが来て、さっきのパイプがこれで。ああ、なるほど。これが、でラジエーター回して。へえ。あとこれこっちから来てお湯が来て回ってこれも全部入るんだけど、そこから戻り。ああ。これかっこいいじゃん。はい。これは何？レイバン社で違う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 。売ってるものでレはない。イバン社とは関係ない。ヨーロッパはこれみんな昔は。今でもあるけど今は半コイルユニットになっているのが多いけど、昔はこういうラジエーター。日本だってそうじゃん、蒸気のやつこういう、ああ、ありますね。ラジエーターになってる。じゃあストーブ点火したらもうここも一緒にあったかくなる。まあ自動的に。でも自然循環も別にモーターとかつけてない。やらないでここまで来るもんなんですね。だからこのパイプをあはい。っちから微妙にこっちを高くしてある。あ、勾配がずっと。つけてる。だから段差ある時でもこうやって一回戻してまたここから段差こう勾配うん。つけてんの。だからずーっとなってあそこでもほら段差あるけど、はい。しょうがないじゃんあれは。であそこからまた壁張り抜くのに、うん。またあそこずっとってんだよ。でもこの段差があってもちゃんとお湯向こうまで行くんですね。うん。ああ、それでお湯がこう登っていく力を利用して、そういったとこからもうん。あ冷めたら向こうでだから循環するからもうこう引くじゃない。あ、これあれですよね。なんか空気抜きとかすごい。ないからここのユニバーサルで空気抜くんだけど、本当はこういうとこにはい。ネジを切って空気抜きつけるか、空気抜きバルブがあるからこういうとこにあとは時ほどこれに本当はつけなきゃいけないんだけどな。ああ、それつければもうちょっと楽になるんですね。だから空気が入ってると全然温まんないわけだよ。だからこれで空気抜いてしてお湯が出た時閉めて、あそしてこのパイプも熱くなるから暖房もなるし、あ、なんかタオルかけてるから、まあ、タオルの乾燥にもそう良さそうですよね。お風呂であ、ここもこれが給湯のはいはい。給湯がここで、まあちょっと今ストーブついてないから水だけども。このストーブが普通に落差だけでタンクがあったじゃん黒いの、はい。落差だけでこれが来るからあ、そっかそっか。水道直結じゃないから直結もできんだと思うよ螺旋の中の通して、とまた構造が違っちゃうじゃない熱交換器の構造が。あれは重力で落とすタイプの熱交換器ってこといですか？や重力は知らないけどサブタンクつけるやつなんだけど、ああ。でまたまたサブタンクにつけないで直結してあそこに満タンにするためにはまたうん。分かんないね、圧力がかかるからそれは分かんない構造になってるか。あれはタンクで水晶のやつってことか。そう向こうの設計図そのままでやっただけでうん。アンモナイトでおお。こうして取っとけばよかったよこの風呂も松野さん施工のヒノキ風呂。な。カビだらけだけど真っ黒だけどうん。アンモナイトはあと1個ぐらいどっかあったな。
アンモナイト映ってない。ちょうど影になって。大好きだよ。うん。だから普通循環ポンプもつけるんだよ、あれの場合は。ES なんかではこの戻りにつけるんだよ、循環ポンプ。これ戻り感だから。ここに。ああ、熱がないから戻りの方がいいわけですね。ああ、だからこの密閉タンクにすればどうなのかね。水道直結して、あこの水道をここに直結して圧力かけておいて、そうするとダメなんだよ。あ、なんでですか？これはタンクになってるから、はい。お湯になったら膨張するから、それの逃がし弁だから、あれあ上に行ってんのは。あ、はい。ガスなんかの瞬間湯沸かし器っていうのは火の中に瞬間的にバーッと水を送っていくからはい。関係ないんだけど、はい。これは年中温まってるわけだよ。熱いお湯は循環してるから。ああ、そしたらそっちの温度になっちゃうわけだよ。なるほど。一応ここに温度センサーのバルブついてんだけど、自動バルブ。うん。ちょっとこっちがあんまし熱くならないように70度とか75度で設定して、こっちは100度の沸騰した水がお湯が来るから、あだから上から蒸気がシャーッと吹き出すんだあ、あよ。んまり熱が熱すぎるとそれで絞るわけですね。あ、シャットダウンする。そこで。温度センサーがこれがあって、あ、そこでもう温度設定。今80度になってるから、80度で弁が閉じるわけか。だからこっち90にしようか密閉に90にしようか。ダメだよ75度だよ本当は。逃がし弁がないと、だからここに圧力弁つけりゃいいんだけど、多分ね、そっか。安全弁ね。はい。あっちの蒸気もほらフリーになってるけど、蒸気のとこも圧力弁つければ別にそれはうん。吹き抜けにしなくてもいいんだけど、うん。ちょっとモーターが回りっぱなしになるじゃん、そういう時また稼働しちゃうじゃんはい。と思うんだ。俺は分かんないけど、まあ簡単だって言えば簡単だけどね。ね、これってなんか町の水道屋さんとかに工事してくださいって言ったらやってくれるんですかね？いやあれでしょう、日本の水道設備はバカじゃねえからみんなできるよ。で朝日ソーラーだって能率だってみんなあるからはい。やってるから、熱交換器のあれああ、草は同じだかそっか。同じようなシステムはもうらあるんだ。あるんですね。上のでっかいのが200タンクで、サブが100はい。リッターかな。その熱交換器のタンクが110リッタうんうん。これタンクにいくらだでしたっけ？ー、2、3万そんなもんなんですね。買ってるもんって言ってて、あっちは普及してるからってのもあるんですかね。そんな安いの。そうやね、昔からこうやってこういうの屋根裏に入れてたんだよ、うん向こうの家のね。昔からでもこんなハイテクな装置が。そりゃあったんですね産業革命あったイギリスだもん、それはそういうことにかけちゃう。は今はダメでも一番原始的なやつだから、い。発明は大体イギリスじゃん。なるほど。これが進化して今ガス給湯器になってるわけか。簡単じゃない。で蒸気機関ができたのはイギリスじはい。ゃん。だからそういうところだったらこんなの簡単な。はい。いやー、すごいアナログだけどすごいハイテクなものを見ましたね。ということでした。キッチンストーブの、機能紹介でした。